今季の J リーグの選手移籍の第一登録期間は2025年3月26日をもって締め切られた。今季の春の移籍期間の終了である。これに合わせていわゆる駆け込み移籍が数件公表され、大きな動きがありました。気になった移籍をピックアップしてみましたので一緒に見ていきましょう。横浜 FC は湘南ベルマーレよりフォワードルキアン選手の完全移籍加入を発表。チームのために戦い、このユニフォームを誇りに思い、そして何よりゴールを決めるために来ました。全力でいきましょう。当初は長崎からフォワードファンマ・デルガド選手の加入が濃厚と言われていたのだが、急転直下の加入となった。ルキアン選手本人からすれば J での実績もあり、湘南としても今勢いに乗っている2トップを外すこともできず、出場機会確保のための苦渋の決断となったことが予想される。横浜 FC にとっても桜川ソロモン選手、鈴木武蔵選手の序列をひっくり返すようなエース級の補強であり、山田浩太に次ぐなんというか身も蓋もない移籍ではあるが、当人たちにしてみれば建前より残留だという貪欲な姿勢が見え隠れしている感じや、おそらく破談になったのであろうファンマ・デルガド選手の代わりを最終日までになんとか契約をまとめ上げるやりくり上手なところは個人的には好印象。同様に仕事したと言える動きをしたのがルキアン選手を放出した湘南ベルマーレ。以前より広島移籍が噂されていたスコティッシュプレミアリーグハート・オブ・ミドロシアン FC より小田裕太郎選手の完全移籍加入を発表。強い覚悟を持って湘南ベルマーレの勝利に貢献できるようにベストを尽くします。2トップのサブ、そして右のウイングバックとしても計算の立つ選手を補強。さらに平岡太陽選手、ゼヒカルド選手、池田正樹選手、田村壮樹選手と負傷者続出の中盤には中盤の底より前はどこでもできるセレッソより奥野博明選手の移籍加入を発表。自分の力が少しでもチームにとってプラスになるように頑張りますのでよろしくお願いします。ゴールキーパー永井達成選手の負傷に合わせてレノファ山口より糸原幸四郎選手の獲得も最終日に発表。湘南ベルマーレという素晴らしいクラブで戦えることを嬉しく思います。1試合1日を大切にしていきます。このクラブも強化部の抜け目のなさが光る。奥野選手を放出したセレッソ大阪は浦和レッズより本間紫音選手の期限付き移籍加入を発表。セレッソ大阪というクラブの一員となり、皆さんと一緒に戦えることを楽しみにしています。たくさんの試合に出場し良い結果をもたらせるように頑張ります。かつてその能力を J で存分に見せつけていた希代のドリブラーがセレッソへと加入。浦和でくすぶっていたその才能を存分に発揮してほしい。チームとしても1勝2分け3敗と大勝した大阪ダービー以降、勝利のないチームの起爆剤となってくれることを期待したい。やはりポジションは左ハーフでの起用が濃厚だろうか。セレッソは松本凪選手のサガン鳥栖への移籍も発表。はじめまして、この度セレッソ大阪から加入することになりました松本凪です。 J2 優勝 J1 復帰のために全力でプレーします。スタジアムで皆さん共に戦ってください。応援よろしくお願いしますと新天地で早速意気込みを語っている。しかしセレッソは大迫塁選手も育成型期限付きという形ではあるが、相模原へ移籍しており計算できる中盤の底の選手が半減している。チームの失点も順位も下から数えて4番目。決して良い状況とは言える状態ではなく、少々不安に思えるのは杞憂だろうか。ビトール・ブエノ選手を中盤の底で試したりしているのだが、そして浦和からはもう一選手放出の話が。この度サンフレッチェ広島に完全移籍することになりました。
今年覚悟を持って30番をつけさせてもらったことに偽りはありません。ただ結果的に裏切ってしまったことも事実です。プレイヤーとして難しい立ち位置だった。それがこの決断に至った一番の理由です。小さい頃から身近にあり、憧れのエンブレムをつけての1年間、とても幸せで成長できたと思っています。またピッチでお会いできるのを楽しみに、僕も成長していきます。短い間でしたがありがとうございました。広島は前田直樹選手の完全移籍を発表。新しいチャレンジ、優勝を狙えると本気で思っている。トルガイ選手の長期の負傷を受け、手薄となった 1.5 列目を埋める補強というには豪華すぎる補強と言っていい。昨季限りで現役引退した元日本代表浦和レッズフォワード興梠慎三の背番号30を継承し、3ヶ月も経たないうちの移籍。批判覚悟の出場機会を求めての移籍である。欧州移籍を果たしながらもその後のキャリアは低迷というか、くすぶっていた感が強い。誰がどう見ても浦和の攻撃的な中盤は人材がダブついており、広島での再起を期待したいところ。ちなみにその浦和だが、以前よりトルコ代表ストライカー、代表通算21得点のプレミアリーグ経験者ジェンクトスン選手の加入が噂というか、浦和と2025年7月31日までの契約を締結したという報道が一部で出されてはいたのだが、どうやら破談になった模様。その理由は当初エースである39歳になったエディン・ジェコが尾骨を骨折、フォワードが不足したため、フェネルバフチェのジョゼ・モーリーニョ監督がトスンの遺留に努めたと言われていたのだが、実際は移籍元のフェネルバフチェのとある勘違いが原因であったという。現地トルコの有力新聞社は以下のように報道した。実際のところ浦和とフェネルバフチェはトスンの7月までのレンタル移籍で契約合意に達していた。そして浦和が最後の作業となるトスンの ITC 国際移籍証明書を FIFA 国際サッカー連盟のシステムから申請。しかし繰り返し何度申請しても承認されなかったのだという。実はフェネルバフチェには一つの大きな見落としがあった。 FIFA の移籍の新ルールである戦力均衡のため、1クラブあたり国をまたいでの期限付き移籍の選手数をインアウト含め6人に制限するという規則。フェネルバフチェはすでにその人数をレンタル移籍させていたのだ。浦和側からフェネルバフチェに6人の選手を貸し出しているのですかという問い合わせを受けたフェネルバフチェは、その時初めて FIFA のルールを思い出したのだという。嘘みたいなうっかりさんな話である。フェネルバフチェ側は慌てて移籍金を支払っての獲得、完全移籍を促したが、浦和側にその意思はなく、結局移籍は破談となった。浦和にとっては踏んだり蹴ったりのデッドラインデーとなった。フットボール天国。ここからは J3 の移籍について。栃木シティはピーター・ウタカ選手の加入を発表。もう41歳になるが、昨シーズンも J2 甲府で年間11ゴールを記録。リーグ戦8ゴール、天皇杯3ゴール。もう10年近く J で活躍するかつてのベルギー2部、デンマーク1部、J1、J2 得点王という驚異の実績を持つストライカーは、金沢へ加入したパトリック選手と同じく J3 の生態系破壊外来種と早くも恐れられている。鳥取に敗れ1勝1分け4敗で J3 最下位に沈んでいる FC 岐阜は、アウェーなのに勝手に残業を始め、現地のサポからも苦言を呈されていた。
そんなどん底のチームに降臨したのが J リーグ通算232試合出場68ゴールの実績を持つフォワードルドゥである。彼には自身のゴールだけに止まらず、その天性の明るさで FC 岐阜を覆う暗い雰囲気をぜひ払拭してほしい。あとは3月上旬の移籍となるが、気になるのはヴィッセル神戸は町田からエリキ選手を、 CD サンタクララからクリスマン選手を獲得。エリキ選手はすでに2ゴールを決め、その実力を改めて証明している。今季は下位に低迷する神戸の起爆剤となり得るか、注目である。これで春の移籍は終了。各選手の活躍に期待したいところですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。